こんにちは。今回はヒーローズ編後編です。コースはギガンテックロックスから。スタートダッシュは決めてほしいですが、グラビティライブは使わなくていいです。理由としては、このコース、ジャンプ台が細かく入ることと、カーブもそれなりにあるため、有効活用できません。実際やってみましたが、序盤は、坂を勢いよく下ることで、速度がもともと出るのもあってか、有効活用できる場所がありませんでした。この先は、ジャンプ台を無視しつつまっすぐ行けるので意外と使えそうですが、そこからもう少し進むとダイブで移動しないと遅くなるエリアになるので、さすがにこっちの方が損をします。やめておきましょう。カーブはコントロールで曲がります。 GP は少し減りますが、その先でメテオバーストを連発できればゲージは問題ないので、ゾウは左か右に出ます。交互に出ますが、加速すると多分一つ飛ぶので、反対側は狙わない方がいいかも。片方だけ集中が安定だと思います。終点は着地してトリックを。着地後、右にグラインドレールがありますが、これは無視してグラビティダイブ、ストーリーの時も使ったように、これで上ルートに入りましょう。そっちの方がスムーズです。その先も直線のため、ゲージがあれば再びダイブで進みます。ミッション2はリング集め。基本的に、ダッシュパネルの先に直線上に配置されていることが多いので、パネルに乗ることを第一目標にすれば自然と集まります。最初は、中央から降りていき、流れるように左に行けば集まります。左はわずかですので、とりあえず、中央の大量のは取るように、矢印でわかりますが、ジャンプ後、左にグラビティコントロールすれば、リングのあるルートに入れます。終わってからですが、もう少し右に移動した方が集まり良かったと思います。いつもの上り坂エリアですが、今回はリングが配置されており、それをダッシュパネルに乗って回収するだけですので、GP は必要ありません。とはいえ、他の場所で使えるかというと、当然リングを無視することになるので、不必要ですね。一応、リングは多めにあるため、早期に集め終わったら、ゴール前あたりはダイブで抜けてしまうのも手です。どうしても足りないという人は、最初の下り坂とコントロールで曲がった先の立ち位置を合わせるだけでおそらく解決します。それぐらい2つの場所での収集量が多いです。まあ確かにナックルズのトレジャーハンターの実力はあんまりわからないことが多いですよね。本当か疑うのもわかります。ミッション3はトリックですね。今回は結構ギリギリになるため、簡単にできるように稼ぎ場所を教えます。最初は加速がつくので、2回のジャンプで X トリックを狙いましょう。無理でも WS ぐらいは欲しいですね。ただし、この後教える稼ぎを使わない場合は、ジャンプのチャンスは4回で、要求スコアが36となるため、最低でも1回は X を出さないと届かないのが注意。このジャンプの後逆走します。すると、落下した後に、ジャンプ台の前に戻るため、これで1回分ジャンプを増やせます。効果があるかは微妙ですが、一応初速が遅い分、グラビティダイブ発動からキャンセルで少しだけ速度を上げています。ちなみに、この稼ぎは、制限時間の問題があるので、1回が限界となります。使った後は余裕がないので、グラビティダイブは惜しみなく使いましょう。出口付近では、最後のトリック、その後、ダイブで、上のルートへ進むと、少し早いクリアとなります。今回上り坂は、オブジェクトが出てこないので、飛ぶ場所は気にしなくていいです。しかし、まだまだ序盤のような位置で、ジャンプ台2箇所以外は、事前にダッシュパネルもないと、結構シビアな設計ですよね。まあ、今作では、操作が簡略化された影響もあってか、これくらいでもそこまで厳しくないのではって判断の上でかもしれません。ミッション4は壺の破壊ですね。最初の下り坂は中央にしかないため、スタートしたら動かずにそのまま進んでいきましょう。
次のジャンプ台の先は中央にあります。後半の上り坂は壺を壊すので、ダイブを使いません。動画だと使ってませんが、ジャンプ台前ぐらいが唯一の使いどころですね。上り坂は中央からスタート。ダッシュパネルが斜めに配置されているため、乗り継ぐだけで自然と壺を壊しながら進めます。ジャンプ後は左側の壺を壊すと、ダッシュパネルで初のパワールートへ。パワールート中盤の壺は微妙に位置外れており、通り過ぎやすいので注意。タイムは余裕があるはずなので、慎重に対処しましょう。口ほどにもね。ミッション5は、メテオバーストチャレンジ。最初の下り坂は何もないので、そのまま進みましょう。ジャンプ台の中央を見ると看板ができています。ジャンプ台に乗る前にメテオバーストで正面へ。4つ目の看板に触れたら一旦解除して逆走。5つ目の看板は大半通り過ぎると思いますので、ここで仕切り直した方がミスしにくいです。上り坂は途中から石像を使います。右、左、右の順で触りましょう。ジャンプ後は正面にあるのでそのままメテオバースト。残り4つは普通に連続で触れるはず。メテオバーストは無理でもギアを乗りこなす本物の忍者も見てみたかったですね。長年そんなことは実現しないと思っていましたが、その日も近そうです。ミッション6はグラビティダイブで的破壊です。早速、スタート後の下り坂にも中央にあるため、位置を動かさずにまっすぐ進みましょう。手前2つ、ジャンプ後2つですので、ゲージが少ない場合は、2つ壊したら解除で節約しましょう。いつものジャンプ台ですが、今回は左側の通路の入り口前に的があるので、あらかじめ左側に移動しておくといいでしょう。2つ壊したら解除。GP をほぼ満タンにする必要があるため、ぶつかっても良いので、そのまま普通に曲がります。途中にあるカプセルを拾って補修。その先の上り坂はかなりの距離を持続する必要があるので、最初の的に近づいてからダイブを始めましょう。ジャンプ後は少し進んでカプセルを拾ったら、直線上に3つ一旦着地し、普通に曲がってカプセルで補充したらラストスパート。2つ壊します。2つ目が若干左側なので注意。口ほどにもね。ミッション7は GP を貯めます。ここまで、エミーも油断ならない、みたいな反応が多かったはずですが、そんなに期待していないのは本当か？ GP を貯める以上使わないのがベストですので、今回は一切消費しない方法で攻略していますが、結論を言うと、普通にかなり余分に貯めれたため、どうしても時間が足りない場合は、ダイブとかコントロールをうまく使ってタイムを短縮しましょう。それぞれの短縮ポイントはタイムアタックミッションとかを参照してください。ただし、ゴール前の直線と上ルートに行くためには使用できないので注意。かなり手前から曲がれば、このカーブはコントロールなしでも十分に曲がれます。上り坂は長いですが、ゲージ消費するわけにもいかないので、ダイブなしで登りましょう。どうしても使う場合は、左下のメーターが数字1桁目と同じぐらいの位置まででしょうかね。終点のトリックは、今のペースなら
ランクが低くても大丈夫。右のレールでゴール前まで回復しながら進みましょう。途中乗り換えがあるので落ちないように注意。ここからクリムゾンクレーターです。ミッション1は、エアライドチャレンジと見せかけてタイムアタックになっています。よって、エアライドを使った回数は、評価に一切関係ないので、臨機応変に対応していきましょう。まずは、正面に進むだけですが、途中ジャンプ台が、強制的で3回までトリック可能。スタートダッシュに失敗しても、GP は十分に溜まるでしょう。3回目のジャンプの後、カーブ中盤でグラビティコントロールできるとインコースで抜けられますので、早めに発動してみましょう。見ての通り、動画ではタイミングが遅かったです。ジャンプ後、左の方に行きましょう。フライ用のルートがあります。ここは有効ですので、使いましょう。エアライド後のジャンプ台直後もまた、コントロールでインコースに入れますが、先ほどよりも壁がある箇所が長いですので、先ほどうまくできた人は、少し遅れてコントロールを出しましょう。ループ後ですが、右上にエアライドが見えるものの、そのままリングに入るのは難しいですので、メテオバーストで加速しつつ、正面のフェンスに突っ込んで、そのまま進みましょう。一度減速しますが、それでもインコースを進めるので、結果的には速いです。一応できる人は、左側の壁走り用のルートに入るのも手ですが、着地位置が悪いと最悪コースアウトもあるので、安定を取るならやめた方がいいです。ミッション2はリング集めです。最初は、中央のを取ったら、左側に少し移動。その後も、中央から若干動く感じの配置が続きます。ジャンプ台の後は、だいたい最後にあった場所と同じ位置にあるので、ジャンプ台から飛ぶときは動かないようにしましょう。カーブは、最初中央。曲がった後は左側にありますので、今回は大回りで位置を合わせましょう。今度のカーブは曲がった後の中央です。その後若干右に行くので注意。最後のカーブも同様中央からの中央です。まあ1調整成功です。ルートは中央にありますが、走っているとずれるので、右寄りから乗った方がいいかも。最後は中央からリングをたどって壁走りへ、飛びつくときは上下のどちらかの列ですが、途中から中央になるため、最初の列が終わったら中央を走りましょう。ミッション3はトリックチャレンジですね。ほとんどのジャンプ台の直前にダッシュパネルがあるので、トリックランクは自然と高くなるはず。また、途中にハーフパイプもあるので、稼ぎも容易です。先ほど話したように、中盤はハーフパイプで稼ぎが容易なため、グラビティダイブも使ってどんどん進んでもいいかも。まあ、そんなことしなくても、時間は普通に結構余ります。カーブの外にパイプがあるわけでもないので、普通にインコースで進みましょう。外側にあるコースだったら、この辺りの工夫が面白そうだったんですがね。このカーブの後のハーフパイプの稼ぎ場所、着地したらコントロールしてますが、実は飛び上がって少し経った後に発動すると、即座にトリックポイントが入ったりしていますので、もっと早く発動していいです。2回ぐらい稼いでも間に合うので、これで、最高評価は楽に取れるはず。そんなわけでノルマ達成。このカーブの後に最後のジャンプ台ですので、直線のジャンプと合わせて、あと8点ぐらいになるまで稼ぐといいでしょう。ループ後は、メテオバーストで正面へ。今回は壁走りルートですが、
正直残り時間的に右側からでも間に合う気はします。2回でもこんな感じですから、稼ぎを控えめにすれば余裕ですね。口ほどにもね。ミッション4は、グラインドチャレンジ。やることはジャンプだけですので、そんなに難しくないです。最初のレールは右側ですので、スタート後移動しましょう。すべてのレールが該当するわけではありませんが、レールは、大体低いところにあるため、乗り換えに失敗しても、普通に乗り直せます。結構優しいですね。正攻法にこだわらないなら、前回教えたように、乗り直しで、わざとカウントを稼ぐことも可能ですので、それと合わせれば余裕でクリアできますね。制限時間が心配だって、そこは、ご安心を。普通に進むだけで30秒ぐらいは余るので、余裕で逆走稼ぎも可能です。落下してしまいましたが、すぐに、次のレールの前から復活。なんて親切なミッションなんでしょう。あとは乗り継ぐだけですが、実は、11、12本目に関しては、落ちても普通に乗れます。なんて親切。軽い軽い。ミッション5はグラビティダイブの距離ですね。エッグマンが下手に使うと地上に真っ逆さまと言いますが、コースの場面的に重力が切り替わるからそう言っているだけで、どこで使ってもそんなことにはならないので、大丈夫です。とりあえず、ジャンプ台まで一直線が序盤は続くため、グラビティダイブで移動してジャンプの繰り返しです。カーブをコントロールで曲がってますが、ミッションのルール的には普通に進んで直線をダイブで進むのがいいですね。ここはハーフパイプもあるのでダイブしなくていいです。普通に進みましょう。この先はグラビティダイブで正面に進んでコースアウト。そのまま突起から再びダイブで一番稼げます。最後は距離を稼ぎたいため、いつもの通りにメテオバーストしますが、右のアウトコースで風にぶつかるまでダイブを続けます。これでノルマは足りるはず。最高のチューンだね。ミッション6は、新しいルールのアタックチャレンジですね。一応、前作の直接対決系に似てはいるのですが、違いとして攻撃できるのが、他のロボット5名となり、今作の使用上、アタック状態のパワーアップが続きます。1位でゴールする必要はなく、各種グラビティアクションは使用可能です。ロボットは、全体通して中央を走るので、中央にいれば大体は攻撃できます。先行しすぎた場合は、ブレーキをかけて攻撃しましょう。ロボは、ショートカットを一切使用しないため、遅れていても、カーブをコントロールでインコースで曲がると、大体遅れを取り戻せます。また、最高評価に必要な回数は5回となりますので、序盤でかなり遅れた場合とかはやり直す方がいいと思います。順位としては、どの辺りを走るかですが、普通に抜き返しが容易ですので、特に意識はしなくていいと思います。3位ぐらいの中間にいれば、自然と接触できる回数が増えるでしょう。今回は足りているので、このままゴールに向かいますが、もし回数が不足している場合は、最後の広場の中央あたりで待ち伏せして稼ぐのがいいと思います。ただし、この先は、今までと比べて道幅が広いので、狙って攻撃するのが難しいことだけは覚えておいてください。負けないんだから。ミッション7は、タイムアップにならないように時間を稼ぐやつですね。短縮は、タイムアタックの時の知識を参考にしつつ、アイテムの位置をしっかり把握していきましょう。最初は、正面のジャンプ後にあります。その先も中央ですので、位置は動かさずに進みましょう。今回はジャンプ後グラビティダイブしていいです。次のジャンプ台の後は、
右にグラインドレールがあるので乗りましょう。タイムも増やすアイテムもメール上にあります。途中飛んでますが、位置は高くないので必要なかったと思います。その先は真ん中から右へ。次のジャンプ後はインコース側にタイムアイテムもあるので、うまくたどれるように。ハーフパイプからうまく飛ぶとグラインドですが、失敗してもその先の道にも普通にタイムアイテムがあるため、乗れなくても大丈夫です。レールで移動しない場合は、中央からジャンプで取れるのと、カーブのインコース側にある2つのタイムアイテムを回収しましょう。ループは中央に1個置いてあるので、若干右寄りで入ると自然と取れると思います。その後ですが、いつもと違い、グラビティライブは必要ありません。アイテムをたどりながら影走りして、その先のアイテムも全部回収しましょう。軽い軽い。ここからスペースバビロンですね。ミッション1は、タイムアタック。隠しスイッチと意味深な書き方ですが、普通にコースギミックを使って早くゴールしようということです。ナックルズは、まあ、そういった細かい変化は気がつくと思いますよ。バビロンの紋章が出ている黄色い床を踏むと、前方に石像が出現。これを壊して GP を貯めつつ、壊した際のアクションで加速もしていきましょう。07と書かれたドアに入ったら、グラビティライフで一気に進みます。その次の部屋で、メテオバースト用のオブジェクトが出ますが、GP が足りないと思うので、普通に解除して、またスイッチを踏んで加速でいいと思います。一応、12のドアの前がインコース行けますが、厳しいので、今回は、無視、できたら、かなり、リターンは大きいですね。まあ、余裕はあまりないのですが、先ほどと同じく、外側から回って石像破壊、最後はライブで間に合いはします。ほどにもね。ミッション2はリング集めです。正直ノルマに対して、かなりの量が置いてあり、攻略情報必要かなと思ってしまうぐらい簡単です。今回は、スイッチを踏むと、ジャンプ台の出現、トリックジャンプすれば、そのまま上空にあるリングを回収できますので、最低でもスイッチを見つけたら、踏んでトリックをやっておきましょう。外側のカーブは、手前の足場の終点から飛んで、グラビティコントロールで影走りすると、リング回収可能。このミッションは、時間制限がそこまで厳しくないですが、どうしても足りない場合は、片方の外側を無視すると確実に間に合うと思います。07のゲートの部屋は、右方向に少しずつ動いていきましょう。ここで拾っておくと、稼ぎが何個か無視できるので、時間の余裕ができます。ここで、もう最高評価まで出せましたね。こうなれば、ゴールまで一直線でもいいんですが、攻略動画なので、残りのリングが集められる場所も全部行きます。先ほどと違い、後半の外側の道は、戻り先がスイッチの前です。こっちの方が、楽にリングが集まるため、どうしても苦戦している人は、前半の外側の道は、無視の方がいいですよ。最高のチューンだね。ミッション3はトリックですね。隠されたキッカーとありますが、普通にスイッチを踏むと出てくるジャンプ台のことを言っています。それ以外で稼ぐ場所はないので、必ず光る床をたどりましょう。ジャンプ台の総数的に、WS が2回ぐらい出せなくても、1つジャンプ台を無視できるぐらいに余裕はあります。最初のカーブの後のインコースは乗りにくいので、苦手な人は無視するのも手ですね。ジャンプ台がない場所は、GP も溜まっていますので、グラビティダイブで進みましょう。あとは、後半も同じように繰り返すだけですね。少し早いですが、解説をここで終わりますので、興味がない人は、次のチャプターに飛んでください。負けないんだから。ミッション4は、像の破壊ですね。普通に道に置いてあるのも少しだけあるのですが、基本は、
これまでと同じでスイッチを踏んで目の前に出てくるものを壊します。どれか見逃すということは無理ぐらい簡単ですが、制限時間がちょっと厳しいかも。先に言っておくと、像の破壊があるため、最後以外はダイブは使えません。それ以外は、本当に順番に進むだけですので、特にアドバイスもないです。またまた少し早いですが、切り上げるので見なくていいなら、次のチャプターへどうぞ。口ほどにもね。ミッション5はメテオバーストですね。最初は、左側に浮き出るブロックで1回、そのままカーブに進んだら、外側に看板ができているので、これで2回。その先、着地後右で2回、反対で1回です。また、カーブの外側から2回、その後、左側の1回で、そのまま、ゴールへ、配置を覚えれば問題なくいけますね。なってないんだから。ミッション6は GP を貯めます。一応、ダイブやコントロールを使ってもゲージは余りますが、今回は消費一切なしで進みます。GP を貯めるにはもうお約束と思えますが、スイッチを踏んでギミックを使いましょう。グラビティダイブを使うなら07のゲートの後ですかね。何もない上に、先の方でも大量に回復ギミックがあるので、ここが一番無駄なく使用できます。以降はいつも通りなので、解説終了。コースギミック的にどうしてもワンパターンですね。必要ない人は次へどうぞ。軽い軽い。ミッション7はレースです。複数人で走るとはいえ、評価基準はタイムアタックですので、これまでを思い出しながら攻略しましょう。まずは、GP を貯めるために、スタートダッシュして、右側のスイッチを踏んでギミックでも貯めます。カーブの後のグラビティダイブ、左側のオブジェクトでメテオバーストして、その先も素早く抜けます。後半も、全く同じ方法で大丈夫です。スペースバビロンはこれで終わりですね。どうしても、ステージの構造上、余計な道を増やしたりできないため、最初から最後まで、ワンパターンの作りになってしまいましたね。シチュエーション自体は良い場所なのにもったいなく感じます。軽い軽い。最終エリアの 80s ビルボードです。最初はタイムアタックですが、かなり厳しいです。スタートダッシュが、ほぼパーフェクトレベルを出して、ゲージを、最低でも9割ぐらい確保して、即座にグラビティダイブ、ゲージがなくなるまで進みます。ジャンプ台は左側で飛んで、その先の壁走りも、もたもたせずに一瞬で決めましょう。壁走りの後は、ジャンプ台からトリックしたくなりますが、これは罠。そのままグラビティガイドして、途中にある大型車両を掴んで、メテオバーストで加速しつつ方向転換して地下鉄エリアへ行きます。地下鉄エリアは、正面に進み、
グラビティコントロールを一周発動してフェンスをどけます。その先をダッシュパネルで進みながら前方へ。最後はグラビティダイブでジャンプ台を回避してゴールへ向かいましょう。なってないんだからミッション2はリング集めです。そんなに離れたところにはないので、先のリング見ながら移動していきましょう。途中からダッシュパネルが出ますが、乗ると先のリングをきれいに回収できるので、位置を合わせて乗っていきましょう。ジャンプ台の後は、一応、下のルートがありますが、リングがほとんどないので、左の壁走りのルートにしましょう。壁走りの後は、先ほどと違い、普通にジャンプ台から進んで、道路左側のリングを集めつつ、地下鉄内でも、左側を進めば、ダッシュパネル込みでリングが集まります。ちなみに、地下鉄エリアからゴール前のリング数が結構あるので、この時点で100枚持ってなくても、全然最高評価でクリアできる可能性はあります。今回は、フェンスがないので、グラビティアクションは必要ないです。最後のジャンプ台ですが、中央から飛ぶとリングが並んでいて、結構な量が手に入ります。拾わなくても良い場合は、先ほどと同じでダイブで越えてしまうとスムーズに進めます。口ほどにもね。ミッション3はトリックですね。ジャンプ台の数が少ないので、1回のランクは高めの必要があるので注意。ただし、1回だけ逆走で稼げる場所がありますので、無理な場合は使いましょう。最初のジャンプ台の後は、左側のジャンプ台も行けるのですが、その先の壁走りは封鎖されていますので、うっかりコントロールしないように。動画だと、着地後普通に進んでますが、GP 使用が必須な場所は、ない上に、長い距離走るので、ここでグラビティダイブした方がいいですね。もう一つ指摘すると、左側に向かっていますが、当然、行き先が右側のため、これもロスでしかありません。まあ、これでも問題なくクリアできますので、取り直しとかはわざわざ行う必要もないと判断し、このままにしておきます。無駄に跳ねてるのは、グラインドスキルで使える状態ではないのに、癖でグラインドしようとしているからですね。普通に降りましょう。この電車の後のジャンプ台は、最後のチャンス。もし足りない場合は、ジャンプ台から逆走すると、再びジャンプ台前に戻ってこられるため、これでスコアを稼ぎましょう。今回は、時間がかなりギリギリに見えますが、当然、中盤のあの区間をグラビティダイブで移動していれば、結構、時間の余裕はあります。軽い軽い。ミッション4はグラインドチャレンジです。レールは、極端な場所がないので乗り換えは簡単ですし、後半は乗り直しも可能です。気楽に行きましょう。基本的には、常に、レールの終わりを表しているランプが見えるぐらいには、カメラワークが親切なため、ランプを目安にジャンプするといいでしょう。3、4本目の乗り換えは、角度の関係で間隔がずれやすいので注意。まあ、地下鉄エリアの手すりを使えば無限稼ぎ可能なため、一応ここで失敗しても最高評価でクリア可能です。落ちてから乗り直してますが、地下鉄エリアの乗り換えをスムーズにする場合は、5つ目のレールに乗った直後ジャンプの方がいいみたいです。稼ぎが足りない場合は、9本目の終わったら逆走すれば大丈夫です。ある程度余裕はありますが、9本目から降りて進み続けるとゴールに入るので注意。軽い軽い。そりゃ、いつもの冒険を見ていればわかることですね。ソニックどこでも走っちゃいますから。ミッション5はグラビティダイブの距離ですね。まずは、スタート直後発動して壁にぶつかるまで直進です。ジャンプ台の後は正面に進み、道路の真ん中で一旦停止、トラックかバスが右か左に出たら、ダイブ開始、メテオバーストをつなげて、そのままカーブも曲がって地下鉄エリアまで行きましょう。これができればかなり稼げて、最高評価でクリアできると思います。ここが全てと言えるので、何回か挑戦して感覚をつかみましょう。もし、先ほどのところで、
メテオバーストが2回ぐらいで止まった場合は、リカバリー案ですが、地下鉄エリアのディスリでグラインドして GP を貯めましょう。時間は余裕があるので、逆走からのダイブで何回か距離を稼げると思います。ミッション6は、逃げる車を追いかけます。スタートダッシュを完璧に決めても、グラビティダイブから追いつくのが難しいと思うので、最初は普通に走りながら GP を貯めつつ追いかけましょう。ジャンプ後、右側の車を壊しつつ、インコースで道路へ進入。車が前に出たのを確認したら、ダイブでぶつかりに行きます。今回は安定をとっていますが、グラビティコントロールでもう少しインコースから進入できれば、普通にそのままぶつかることができたかも。この動画最後のミッションは、グラビティアクションで車の破壊ですね。制限時間がちょっと厳しい方だと思うので、基本はダイブで移動して壊しながら進むつもりでいましょう。GP がなくなってもコントロールは出せるのでそれを忘れずに。とりあえず、スタートは成功させて、最初のカーブまではダイブで移動します。道路ですが、ここは車が一定時間で出てきます。稼ぎができるので、ダイブではなく、コントロールをこまめに出しながら進んでみましょう。画面に入っている車しか飛ばせないので、交差点では、このようにカメラを回すと、かなり効果が出ます。40個以上の破壊で最高評価ですので、とりあえず30ぐらいまで稼げれば進んで大丈夫です。今回は上振れました。地下鉄は入り口のカプセルで回復後、電車が走っているところをダイブすると、バリケードを何個か壊せます。地下鉄は入り口のカプセルで回復後、電車が走っているところをダイブすると、バリケードを何個か壊せます。出口はジャンプ台で飛んだ後、近くには車があるので、ここで10個以上稼げるでしょう。それでは、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回はバビロン編です。エッグマンからのバビロンの面々への評価が聞けるので、お楽しみに。